こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。心地よくて大好きだった 1K の会社の借り上げ社宅から先日新しいアパートに引っ越しました。今回は入居から荷ほどきの様子と新居での初めての捨て活で手放すことにしたものをご紹介します。引っ越し前にもうこれ以上捨てるものはないというレベルまで徹底的に捨て活し、私自身これが最後の捨て活かななんて思っていたのですが、いざ新居に入居し荷ほどきしてみると、新しい暮らしに合わず行き場を失ってしまったたくさんの不要なアイテムが出てきて、引っ越して早速大きな捨て活になりました。暮らしをより楽にするために、引っ越して即アパートから取り外したアイテムや反対に取り付けたおすすめアイテムも紹介します。捨て活を頑張りたい方、これから引っ越しを予定されている方の参考になれば幸いです。それではスタートです。これまで 1K のお家に住んでいた私ですが、今回は訳あって 1LDK と少し広くなったアパートに引っ越しました。なぜ広い間取りになったかは後ほどお話ししたいと思います。引っ越してまずはフローリングモップで床のお掃除をしました。前の方が退去されてから日もないうちに入居したこともあり、清掃も入ったばかりでかなり綺麗な状態でした。掃除をしながらお部屋のチェックをしていきます。見つけた傷や汚れは写真を撮り、間取り図にメモしました。写真を撮ることで退去の際の修繕費負担の揉め事を回避するためにも、まるで探偵気分で傷はないか調査しました。故意や不注意で傷つけてしまった場合、例えば重いものを落としたり家具を移動させてついた傷、掃除をしなかったためにできたシミやカビは退去の際入居者の過失責任になり、修繕費が請求されることがあります。そのような傷がすでについていないか入念にチェックしておきます。ちなみに通常損耗、経年劣化と呼ばれる住んでいる間に自然にできてしまったへこみや汚れは家主さんの負担となりますので覚えておきましょう。例えば家具を置いてへこんでしまっただったり、日当たりの良い部屋で床や壁紙が日焼けで変色してしまったりなどは、どんなに丁寧に住んでいても自然に起きてしまう損傷なので、これは入居者が責任を負う必要はありません。画鋲による小さな穴も通常損耗に該当します。チェックしてみると、床・壁の傷やシミ、シンク周りの強い水垢がありました。収納のドアもかなり硬く開けづらかったので、こちらは管理会社に直してもらえないか後日相談してみます。続いて暮らしをより良くするために備え付けてある不要なアイテムを取り外していきます。洗面所の収納棚は中にゴミが溜まりやすくなるので、全て取り外します。収納がなければ掃除も楽だし、物も増えにくくなるので、私は積極的に収納力を落としています。備え付けの歯ブラシ立ても使えません。こちらを使うとそこに水が溜まり、歯ブラシの柄がどんどん汚れていきますよね。私はセリアの歯ブラシホルダーを使って歯ブラシは浮かして収納しています。貼って剥がせるフィルムなので、洗面所の壁を傷つけず取り付けられ、外してもベタベタ感がありません。歯ブラシを浮かせることで汚れづらく、掃除が本当に楽になります。私の一押しアイテムです。お風呂場はシャワーがかかりやすく、特に汚れがつきやすい下の棚を取り外しておきます。新居のお風呂にはタオルハンガーが取り付いていなかったので、シャンプーやボディーソープはお風呂のドアに引っ掛けておきます。シャワーヘッドは節水タイプのシャワーヘッドに変えておきます。お風呂の排水口は前のうちでは排水口の蓋を取り外しておいたのですが、今回は蓋がないタイプの排水口でした。ただ排水口の受け皿は全く髪の毛をキャッチしてくれなさそうな穴の大きなものだったので、ダイソーのこちらのクルキャッチという排水口の蓋に付け替えました。こちらは穴が小さいので髪の毛をしっかりキャッチしてくれ、さらにゴミが中央部にたまり、お風呂に上がった後のゴミ取りが本当に楽ちんでした。今回初めて使いましたが、これは神アイテムでした。汚れがたまりやすい浴槽の蓋も使いません。今回の物件ではラッキーなことにもともと蓋はついていませんでした。キッチンの水道も首振りができるシャワー蛇口に変えておきます。節水効果もありますし、首振りのおかげでシンクについた洗剤も簡単に落とせ、掃除がしやすくなります。キッチン排水口の蓋も外します。あえて排水口に溜まった汚れを見えるようにしておくことで、ゴミが溜まった都度ゴミを取り除くことが習慣になり、自然と綺麗なシンクを維持できるようになります。
キッチン排水口のゴミ受けも穴が大きいものだったので、後日細かい網状のステンレスタイプに取り替えようと思います。取り外したアイテムは玄関の一番取りにくい上の段に保管しておきます。続いて水回りの汚れ対策をしておきます。これはいいと評判を聞いたので、今回カインズの汚れ防止用撥水剤を購入して使ってみました。水回りのコーティングをすることで強力撥水して汚れを防ぐ効果があり、防カビ剤も配合しているそうです。シンクを簡単に歌丸で掃除した後、よく水を拭き取り、スポンジ等で軽く伸ばし、乾いたタオルで拭き取りました。作業は驚くほど簡単でした。キッチンの他にも洗面所、トイレも行いました。トイレの水の拭き取りはできないので、スプレーした後5分ほど放置してから水を流しました。効果としては弾いてる気がします。定期的にスプレーしてもうしばらく効果を見てみたいと思います。キッチンの備え付け愛知コンロ、微妙に隙間が空いていて、その間にたくさんのゴミが溜まっていました。細いブラシでゴミを吐き出していけます。新たにゴミを侵入させないため、ダイソーで購入したカビ汚れ防止マスキングテープで隙間を隠します。なお、こちらのテープは熱耐性がないので、高温になる箇所には貼り付けないよう気をつけましょう。お家のチェック、一通りの清掃作業が終わったら、ようやく荷ほどきしていきます。段ボールは使う場所の近くに置いていきます。今回は生活で必要になったものから順に段ボールから取り出して新居の収納にしまっておくことにしました。こうすることで実はなくても大丈夫な不要なアイテムを見つけていく作戦です。ただ段ボールは害虫の住処になってしまうので、あまり長期保管は良くないのですが、数日かけて少しずつ荷ほどきしていきました。いらないかもと思うアイテムは収納棚の1箇所にまとめておき、なくても大丈夫か1週間ほど様子を見ていきます。そして引っ越しから1週間が経ちました。まだまだベッドもリビングチェアも揃ってなかったりと、お部屋は立ち上げ途中ではありますが、段ボールはほぼ全て片付けました。唯一残っているのはお部屋の装飾をしまっていたこちらの段ボールだけです。どこに何を飾るかまだまだ悩み中です。そして手放そうと思っているアイテムはこちらに集めておきました。めっちゃたくさんあります。捨てることにしたアイテムをご紹介します。こちらは引っ越し前最後の捨て活で手放すことにしたトイレ上の収納ボックスです。引っ越しの荷物運びまで取っておいたのですが、役目を終えたので手放します。今の新しいお家にはトイレ上の収納がないので、手提げ袋を置いてアイテムを収納しています。洗濯もできてとっても衛生的です。続いてバケツですね。これは玄関に保管していたもので、靴を洗う時などに使っていました。でもここの広さが狭いので、靴が水にちゃんと浸からないんですよね。すごく使いづらいものがあるからと使っていたなと思ったので、これは手放すことにします。靴を洗う時も洗面所の流しを使えば別にバケツもいらないなと考えています。もし必要になったらもっと浅くて広いたらいとかそういうものを買おうかなと思ってます。これも手放します。続いてこちらの布ですね。今まで自転車の上にホコリ防止でかけてたんですが、考えてみればいらないものかなと思って手放すことにしました。続いてがお風呂用の洗濯ネットかな。すごい大きいサイズの洗濯ネットです。これもう1年ぐらい使っていなかったので不要なものだと思うので手放すことにします。で続いてはお風呂に取り付けていた時計ですね。そもそもいるのかなと、別にお風呂で時計見る必要もないなと思ったので手放すことにします。続いては今まで棚に取り付けていたデスクライトです。これまで家にあるから使っていたアイテムだったんですが、今なくても全然大丈夫ですし、そもそもデザインが全然気に入ってなくて新しいお家に置きたいとは思わなかったので今回手放すことにします。続いてが突っ張り棒ですね。前の家の玄関に取り付けていたもので新しいお家で使えるかもと思って持ってきはしたんですが、結局使っていないので手放すことにします。で続いてがこちらは鍋の蓋をかけるラックですね。今回新しいお家では収納グッズをできるだけ使わずに収納したいなと思っていて、今は鍋の蓋はお鍋の上に置いて収納してます。この鍋の蓋用収納はなくても大丈夫だったので手放すことにします。
でこちらは収納ボックスですね。多分食品をしまうのに使ってたのかな。新しい家ではこういうボックスは使わず、できるだけ直置きをするようにしているので、その結果2つも収納ボックスが余りました。こちら手放します。あとこちらも収納ボックスですね。これは玄関に使っていた収納ボックスだと思うのですが、不要になりました。手放します。そしてポリエチレン手袋ですね。こちらも手放すことにしました。トイレを掃除する時にしか使っていなかったので、本当に使う機会が少なかったです。考えてみればこういうキッチンバッグを手にはめて代用できるかなと思うので、こちらのポリエチレン袋、この手袋はいらないので手放すことにします。続いてこちら巻きすですね。一度前の家でキンパを作った時に使ったんですが、それ以降全然巻きすとして使っておらず、食器収納の下敷きみたいな感じになっていたので、多分これからも作らないものだと思うので手放すことにします。こちらも洗面所で洗面道具を収納して、ピンセットとかハサミとかブラシとかを入れてた収納ボックスなんですが、物が少なくなったおかげで他の収納ボックスとまとめられたので、こちら手放すことにします。今見ると結構汚くて、この中にゴミとか溜まってしまっていたので、こういう汚れやすい収納ボックスは少しずつ減らしていきたいと思います。あとは靴下ですかね。靴下以前色の統一っていうことで黒の靴下だけ残しますと言ってたんですが、一部だけ色付きの靴下を残していました。靴下のカラーの統一をしてから、こういう色付きの靴下は履かなくなってしまっていたので、こちら今回手放すことにします。靴下黒に統一するって言ったんですが、最近今履いてるやつなんですけど、夏用の靴下としてグレー色のこういうレギュラーソックスの靴下を履くようになりました。私自身黒色の靴が多いので、黒い靴に黒い靴下だと黒で全然垢抜けないなと思ったので、大人っぽいこういうグレー色の薄手の靴下に統一することで、私の手持ちの靴どんな靴にも合うのですごく気に入っています。白色みたいなカラーだと結構可愛らしい感じになるんですけど、グレー色は靴下だけどなんか大人っぽいおしゃれな感じになるのですごく良かったです。で続いては金属のストローですね。あらゆるストローを使おうと思って買ったものの、一度も使っていませんでした。これは手放そうと思います。なんで引っ越し先にまで持ってきたか分かりません。続いて赤い糸ですね。これ小学生の時に買った裁縫グッズの中に入っていたものなんですが、もう絶対赤い糸を使う機会ないので、これ手放すことにしました。あとこちらですね、ベルトです。スキー用のベルトみたいな感じなんですが、この2年間ぐらい全く使っていないので手放すことにします。案外ベルトがなくてもずれ落ちることはなくて全然大丈夫でした。それは太ったからではなく、寒いからって中にボアパンツとか着込みすぎで多分ずれ落ちなくなったんだと思います。あとはこちらですね。ずっとお風呂に取り付けていた鏡の鱗取りです。最近気づいたことなんですけど、ちゃんとお風呂出る時にタオルで鏡を拭いて水滴を完全に取ってしまえば鏡の鱗が出ないってことに気づきました。なので今お風呂上がりしっかり水をタオルで拭き取るようにしているので、そういう水垢とかに困らなくなりました。水垢取りの出番がなくなれたので手放すことにします。続いてキッチンのチューブ入れですね。キッチン用のチューブ入れをすごくたくさん持っていました。今収納グッズをできるだけ使わないで収納しようと試みていて、このチューブ入れなく収納できているので、こちらは手放すことにします。あと普段全く使っていないフェイスケア用品もこの機会手放してしまおうと思います。あとはなんか汚れがこびりついてしまった食器も手放します。あとはキッチンの水切りかごとして今まで使っていたラックです。新しい家はキッチンの前に小窓があって、こうリビングとつながってるようになってるんですが、そこをなんか食器入れで埋めてしまうのはすごくもったいないなって思ったのと、あとは前の家を引っ越す時に水切りを置いていた棚のところに汚れがついてしまって、棚を取り外したらかなりしつこい水垢汚れがついてしまっていました。
新しい家はもともと結構水垢汚れが残っているんですが、もうこれ以上水垢汚れはつけたくないですし、せっかく小窓があるので開放的にしたいなと思って、こちらの水切りラックを使わないで生活できるか試してみているところです。もう少し様子を見てから手放す決心をしようかなと思っています。六角レンチセットも使うようがないので手放します。あとはこちらの衣装ケースも手放します。こちらの2台は前のお洋服の捨て活動家で手放しますとお伝えしていたもので、引っ越しにお洋服を移動させる時のために取っておいてましたが、役目を終えたので手放すことにします。で、こっちの3つの収納も今使わずに収納できているので手放そうと思います。ありがたいことに新しいお家はかなり収納スペースが充実しているので、こういう衣装ケースなしに入る分だけしか服を持たないようにしていこうと思います。今量としてはかなりギリギリぐらいであんまりゆとりはないんですが、もう少し厳選してゆとりのある棚にしたいなと思ってます。あとこちらにも手放すスピーカーを置いています。で、新しい家が木造造りで結構隣の方の音とかが聞こえますね。ちょっとそういうお家なので、多少の生活音は相手の方の声が聞こえるのもしょうがないですし、私の音が多少聞こえてしまうのもしょうがないなとは思うんですが、ちょっとさすがにこんな大きいスピーカーがあると確実にご迷惑をおかけしてしまうので、こちらは処分することにしました。これテレビのスピーカーとして前々から使っていたんですが、テレビも手放してしまったし、あと今のお家に置くスペースもないなと思ったので、いらなかったのかなとも思いました。で、このスピーカー残念なところが小さい音が出ないんですよね。一番最低のボリュームにしても結構大きいなっていう音量になってしまうので、ちょっと新居ではちょっと使うことができないなと。今はもうこちらの小さいポータブルのスピーカーがあれば十分かなと思ってます。あとはこの辺にいろいろお家に飾っていた絵とかお花とか絵本とかの壁に飾るものがしまってあります。ちょっとね、今どこに飾ろうか検討中なので、しばらくはこの箱に保管しようかなと思ってます。続いてちょっと外出用の玄関に置いているサンダルを手放そうと思います。正直サンダル本当に使ってなくて、ただ玄関に置いているだけのものになっていました。ちょっとそこまで行くときは普通にスニーカーを履いていったり、こういうお出かけ用のサンダルでもいいのかなと思って、こちらのサンダルは処分することにしました。そしてなんと新居に引っ越してからパナソニックのドラム式洗濯機を買ったのですが、これが本当に最高でした。なかなか高かったですが、買う価値のあるアイテムだなと思います。またぜひ別の動画で語らせてください。こちらのドラム式洗濯機は洗剤の自動投入機能がついているので、洗濯洗剤、おしゃれ着洗剤はドラム式洗濯機に全部投入し、ボトルは手放します。ちなみに私は持っていませんが、柔軟剤も入れておけます。洗濯機周りに置いておかなければならない日用品がなくなり、とってもすっきりです。そして実は自転車も手放しました。車を買ってから乗らなくなったものの、お気に入りだしいつか乗るかもと思ってしまって、どうしても手放せず、インテリアになっていた我が家の自転車でした。新居にも持っていたのですが、玄関は狭くて置けないし、内階段が狭くて部屋には持って上がれず、外の駐輪場に置いても普段乗らないのにただただ汚れちゃうだけという状況になり、ようやく手放す決心がつきました。また必要になった時買えばいいと思い、リサイクルショップで売ってきました。話は変わりますが、最近リサイクルショップを利用するようになりましたが、素晴らしいですね。もう感動しました。フリマアプリより値段は高くつきにくいというデメリットはありますが、とにかく楽に手放せるところがとっても好きです。持ち込めばほとんど買い取ってくれるので、大量に服を捨てる時や粗大ごみになってしまうような大きなものを処分する時に利用しています。これにて新居での初めての捨て活は終了です。前の家ではしまう住所があったものも、不思議なことに新居に来てみたら置き場に困ったりといらないものがたくさんありました。今回の発見は、改めて物をしまい直してみるといらないものがたくさん見つかるということです。
これは全出しして捨て活するのと似たような効果がありそうだなと思ったので、これからの捨て活では時間があれば全出しもやってみようと思います。引っ越し前にあまりにもたくさん物を捨てたので、もう捨て活動画は撮れないのではないかと引っ越し前少し不安になっていたのですが、そんなことはありませんでした。まだまだ不要なものってあるんですね。新しいお家でもミニマリスト目指し、日々試行錯誤していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。今まで 1K だったうちからなぜ少し広い 1LDK に引っ越したか、ちょっと長くなりますがお話ししたいと思います。私としても本当はコンパクトなワンルームや 1K のお家にしたかったんですが、希望条件に合うお家がなかなか見つからず、結果的に 1LDK になりました。私の譲れない条件は駅徒歩圏内、日当たり良好な防音性の高い鉄筋構造だったのですが、私の住む場所では駅近でかつ鉄筋構造はもう超激レアな物件。タイミングも悪く、私が探していた時は築年数がかなり古い物件か家賃が少し高すぎる物件しか見つかりませんでした。そこで間取り的に防音性が高そうな鉄骨木造物件も候補に入れて探し、今の物件に決めました。新居は木造物件ではありますが、お隣さんとはキッチン、階段や水回りで隣り合っているので、居室の空間の音は聞こえづらい設計になっています。で、実際住んでみての感想は、結構聞こえるぞでした。前の家は軽量鉄骨構造の 1K で、こちらもお隣さんの音は聞こえましたが、木造はそれより聞こえる気がします。どれぐらい聞こえるかというと、壁近くでする話し声や壁近くに置いてある電子レンジの音はかなりはっきり聞こえます。でもその他料理など何か作業する音だったり、音楽やテレビの音はほとんど聞こえないです。お隣さんも四六時中キッチンや水回りにいて歌ったり話しているわけではないので、個人的にはそこまで気にならず、割と問題なく過ごせています。リビングの音も聞こえないので、今のうちのようなリビング同士が隣の物件と接さないような間取りであれば、木造でも問題なく暮らせそうと思いました。さらに角部屋だったら最高ですね。その上で私が思う木造に住んでも大丈夫かなと思える人は、多少の生活音が聞こえてもしょうがないと割り切れる人、これ重要だと思います。やっぱりお隣さんの生活音は大なり小なり避けられないので、たとえ何か聞こえてもしょうがないとスルーするスキルは必要だと思います。あとは割と静かに暮らせる一人暮らしの方、長時間家にいない方ですね。木造物件は家賃が割安で風通しがよく過ごしやすいというメリットもあるので、当てはまる方は木造アパートを検討してみてもいいかもしれません。でも実際のところ本当に快適に過ごせるかは正直お隣さん次第なところはありますね。逆にあまり木造物件をおすすめできない方は、少しでもお隣さんの音が聞こえたり自分の生活音が聞こえてほしくない人、そしてやはり声が一番響きやすいので2人暮らし以上や友人をお家に呼びたい人、あとは映画や音楽など大きな音で楽しみたい人かなと思います。音を気にせずのびのび暮らしたいという方は、やっぱり鉄筋構造のマンションや一軒家がいいと思います。私もだいぶこの木造暮らしに慣れたとはいえ、リビングの壁の向こうはすぐお隣さんのキッチンなので、自分の立てる音がどの程度聞こえてしまっているか今もやっぱり気になります。なので最近はリビングの真ん中で過ごすことが多くなりました。スピーカーもお隣さんの壁を振動させないように気をつけてます。何より YouTube 撮影で迷惑をおかけしないかが一番の心配ではありますが、それはお隣さんがいないタイミングを見計らってひっそり録音していこうと思います。でも結果的に間取りが良かったこともあり、なんだかんだ今のところあまりストレスを感じず暮らせています。木造物件の音に関してはこれからもいろいろ調査研究したいと思います。そんなこんなで音に配慮が必要な点と、私には少し部屋が広すぎることを除いたら駅近物件ですし、日当たり最高、そして家賃も割安で、今はもう最高にお気に入りのお家になっています。この世に完璧なんてありませんから、いいところに目を向けて今のお家で楽しく暮らそうと思います。それでは本当に最後までお話を聞いてくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。